先日 ARG で発見されたフランダースの野というキーワード。この違和感に皆さんは気づきましたか？実はこの言葉、ポピープレイタイムの世界観を考えるとかなり不自然な存在なんです。今回はこのフランダースの野が何を指しているのか、そしてそれがポピープレイタイムとどのようにつながっているのかを解説を交えながら考察していきたいと思います。フランダースの野に、まずこのフランダースの野と ARG の関係性について説明します。ARG で発見された資料の中には X と Y の羅列が存在しており、この暗号を解析するとフランダースフィールズというキーワードが導き出されます。そしてこの言葉がコンディショニングフォルダのパスワードとして使われていました。フランダースフィールズと聞いて連想されるのがイン・フランダースフィールズという詩です。これは1915年、カナダの詩人ジョン・マクレーが第一次世界大戦の最中に書いた英語の戦争詩になります。この詩では戦場で命を落とした人たちが残された人々に向けて語りかける構成が取られており、自分たちを忘れずその犠牲を無意味にしないでほしいという強いメッセージが込められています。詩の中にはポピーの花が登場します。戦場に咲く赤いポピーはやがて戦没者を追悼する象徴となり、リメンブランスポピーとして定着しました。ここでポピープレイタイムとつながります。セーフヘイブンの追悼の間ではおもちゃ戦争の様子が壁画で描かれ、犠牲となった孤児の写真とともにポピーの花が備えられています。つまりこの場所はリメンブランスポピーの概念を引用した描写によって構成されている、そう考えることができます。なぜパスワードにしたのか。先ほど述べた通り、フランダースフィールズはプレイタイム社の極秘ファイルであるコンディショニングフォルダのパスワードとして設定されていました。2004年から私たちと連絡を取っているトラベラー、シーイングリーズンはこのファイルを本来私たちが見ることを想定されていない何かと証言しています。つまりプレイタイム社はこの情報を見られたくなかったからこそ、あえてパスワードを設定していたということになります。では、なぜ数ある言葉の中からフランダースフィールズだったのでしょうか。重要なのは、コンディショニングフォルダの内容と直接つながるかどうかではなく、なぜゲーム世界の人物がこの言葉を知っているのかという点です。ここで、以前から私が考えている現実世界リンク説が関わってきます。これは、私たちが生きる世界で起きた出来事と、ポピープレイタイムの世界で起きた出来事は基本的に同じ歴史をたどっているという考え方です。名探偵津田風に整理すると、私たちは2の世界の住人で、ポピープレイタイムの世界が1の世界、トラベラーは1の世界の住人でありながら2の世界の私たちと接触しています。つまり2の世界に存在するフランダースフィールズと1の世界に存在するフランダースフィールズは同一のものであり、ポピープレイタイムの世界でも第一次世界大戦が実際に起きていたことの裏付けになります。これは現実世界リンク説を補強する非常に重要な情報です。ここから先はあくまで一つの仮説になります。もしこの世界観が現実と地続きであるなら、2000年問題も同様にプレイタイム社の工場内で発生していた可能性は否定できません。2000年問題とは、コンピューターが年を下2桁で管理していたことにより、2000年を1900年と誤認する恐れがあった問題です。実際には事前に世界規模で対策が行われたため、2の世界では大きな混乱はほとんど起きませんでした。しかし従業員がいなくなった無人の工場ではどうだったのでしょうか。電力や制御系統に不具合が生じ、扉や主電源が落ちた結果、私たちプレイヤーが毎回グラブパックで回路をつなぎ、手動で復旧している状況が生まれていると考えることもできます。これはゲーム上の都合だと言ってしまえばそれまでですが、世界設定として見た場合、モブが意図的に仕込んだ要素だったとしても不思議ではありません。プレイケア設立、ポピープレイタイムの世界において、戦争という事柄が実在していたことは、セーフヘイブンの追悼の間に描かれた壁画や、リメンブランスポピーを思わせる演出からも読み取れます。この時点で、戦争と犠牲という概念が、この世界の根幹に組み込まれていることは、ほぼ確実だと言えるでしょう。以前の動画でも仮説として触れましたが、この現実世界リンク説は、プレイケア設立の理由にも深く関わってきます。プレイケアが設立されたのは1976年、エリオットによって大規模な孤児施設として作られました。では、そこに暮らしていた孤児たちは、どこから集まってきたのでしょうか。一人一人募集をかけて迎え入れた可能性も考えられます。しかし、子供が好きだからという理由だけで、地下深くにシェルターのような孤児施設を4年という歳月と莫大な資金をかけて建設するでしょうか。ここには
どうしても違和感が残ります。もし純粋に子供のためであれば、遊園地やテーマパークを作るという選択肢もあったはずです。それでもエリオットがあえて孤児施設を選んだとするなら、その背景には当時の世界情勢があったと考える方が自然です。エリオットはプレイタイム社を世界的企業へと押し上げた極めて優秀な経営者です。そんな人物が先の見えない無謀な計画に踏み切るとは考えにくいです。つまりプレイケアの設立は人道的な善意だけでなく、社会的要請と企業としての合理性を見据えた判断だった可能性があります。実際、エリオットが表舞台から退き、会社がレースに引き継がれて以降、プレイタイム社は慢性的な赤字に陥っていきました。これは後任の失策というよりも、それまでエリオットが理想と利益のバランスを取りながら会社を維持していた証拠とも言えます。では、1970年代当時、世界で何が起きていたのか。それがベトナム戦争です。1955年から1975年まで続いたこの戦争では、大量の戦災孤児が生まれました。そして、プレイケアが設立されたのは、その翌年である1976年、同じ年に従業員による養子縁組が推奨されていた点も偶然ではないでしょう。こうして見ると、世間から隔離されているように見える地下のプレイケアも、孤児たちを戦争や社会から守るためのシェルターとしての役割を担っていた可能性が浮かび上がります。ここでフランダースフィールズの死を少し噛み砕いて考えてみます。戦争で命を落とした人々はほんの少し前まで普通に生き、誰かを愛し未来を持っていました。そして今、その記憶と責任を生きている者たちに託しています。この考え方は先日公開されたキャットナップの動画ともどこか通じるものがあるように感じられます。そう考えると、フランダースフィールズをパスワードに設定した人物は真実を隠したい側ではなく、むしろそれをいつか誰かに解き明かしてほしいと願い託した味方側の存在だったのかもしれません。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。この考察が参考になったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。